BB ジニーです。本日は7月1日に再オープンされるハレプナワイキキバイハレクラニの貴重なオープン前の様子やスタッフの研修の様子などホテルの取り組みもご紹介いただきます。はい、ジンさん、はい、第2回目の撮影ということでよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、楽しみにしております。こちらこそありがとうございます。じゃあ今日はですね、早速今日天気がすごくいいので我々の自慢の一つ8階にございますプールの方にねまずご案内させていただきたいと思います。はい、どうぞ。7月1日の再オープンに向けて、スタッフの皆様がもう1ヶ月前から、研修を行っているとお聞きしたんですけど、それがどういったためだったりとか、詳しい研修内容とか教えていただけますか。そうですね、ジミーさんもご存知の通りハレプナワイキバイハレクラニはですね2019年の10月に、新しくオープンし、2020年の3月26日に1回また閉館をするというねこの劇的な運命をたどったんですが、実はこの1年4ヶ月の間ハレプナワイキバイハレクラニもちろん閉館はしていたんですけども、実際にこのホテルをいつオープンしても、再開ができる準備をするために我々従業員が何人か残ってですね、マネジメントがそうですね5、6人残ってこの建物をですねいつも息ができるための準備をさせていただいてたんですよ。例えば今ここのプールもそうなんですが、この水もですね水を抜くんではなくて、この水っていうものはすごく生もので生き物なので循環しないと腐ってしまうんです。同じようなことが配管とか、ウォシュレットだったり本当に一つ一つ全部水を流す作業をずっとこの1年半やってたんですね。でこの度7月1日にオープンするということで、6月の頭にはですね全従業員140人を迎え入れて、で今トレーニングをしている真っ最中なんですけども、なぜこのトレーニングが必要かというと大きく分けると2つございまして、1つはこのオープン後の安全面というものをどういうふうにお客様にきちんと伝えられるかということを今我々一つ一つ勉強して、で一つ一つそのシナリオを仮定してね今トレーニングを行っているんですが、まずはこのお客様の安全安心をどう我々確保しきちんとご提供できるか、これはたくさんいろんなホテルも同じような考え方ですし、これからのホテル業というのはこれはマスト。この我々が今ワイキのホテルの中で一番後にオープンするわけなんですけども、なぜここまで時間がかかったかというと、まず我々のマネジメントとしてのこれは義務として従業員を守らなきゃいけないんですね。この従業員をどういうふうに我々がきちんと守ってあげられるのかっていうことを、一つ一つずっとこの1年、考えたりで、どういうふうなトレーニングをすることによって従業員が安心して働けられるか。で今こういうご時世なのでいっぺんに集めてはいっていうようなトレーニングができないので、小分けにして今10組に分けてるんですけども、その10組に分けて一つ一つこの大学のね、講義みたいに一つ一つ単位を取りながら、今オープンに向けて、トレーニングをしてるんですが、ちょっと逆算するとねどうしてもこの1ヶ月間は必要だったということで今、6月の頭からトレーニング真っ最中でございます。でやっぱり今のご時世的にたくさんの方で集まって研修って難しい中10班にして、今のこの時代に沿った、対応だったり、ちゃんとお客様への、その思いは従業員の心からっていうのもスタートだと思うので、おっしゃる通りです。すごい素晴らしい取り組みだと思います。ありがとうございます。もう一つ質問いいですか。もちろんです。やっぱり今のこの時期に合わせてもう皆様が一番安心して過ごしていただけるような取り組みがホテルからで自信がある部分とか、そういったところはございますか。そうですね、たくさんあるんですね。でちょっと個人的な見解も含めてお話しさせていただきますと、このコロナ明けた後にどのような、
サービスまたはどのようなマネジメントがね適しているのか、いろいろ我々もずっと考える時間があったんですけども、例えばタッチレスとかアプリケーションだとかそういったものでこう人から人をこう話すようなサービスを提供するホテルも増えておりますし、でも我々このハレクラニブランドとして、一つやっぱりここだけは妥協できないものっていうのはやっぱりその人なんですよね。この時代だからこそあえて僕は人にこう注目していただきたい、その人というものがどのようにお客様をこう安心を提供し安全にこうおもてなしできるかというこの差というのはこれからのホテル業にものすごくこう問われる一つじゃないのかと思ってますし、あえてそこに挑戦していくことでやっぱり他との差別化区別化というのは図っていけるし、人と人との絆と人と人とのリレーションコミュニケーションが生まれるというのは我々にとって一番目指さなきゃいけないところだというふうに思っております。そうですね、ありがとうございます。あと先ほど私もこう皆さんがトレーニングしている姿を見て、基本皆さん笑顔ですごい皆さんに会えることが楽しみにしているので、そういった取り組みをされているっていうのはスタッフの心も潤しているし、皆さんに会えるのを楽しみにしているのがすごく印象的で良かったです。ありがとうございます。すごく嬉しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お部屋のご紹介お願いします。はい、こちらがですね、我々のマウンテンビューというカテゴリーのお部屋になります。はい、よろしいですか？はい、失礼します。はい、どうぞ。はい、それではですね、今私たちがいるこのマウンテンビューなんですけども、このハレプナワ駅バイハレクラニのマウンテンビューちょっとね特殊というかちょっと自慢のマウンテンビューなんです。というのも他のホテルいろんなホテルがありますけども、オーシャンビューじゃないのがシティビューだったりマウンテンビューだったりということで結構妥協された方がこちらに来るようなイメージが多いんですが、我々のマウンテンビューをほら見てください。本当にその名の通りマウンテンビューなんですね。ご覧のように我々今18階にいるんですけども、ハレプナワ駅バイハレクラには8階以上が客室となっておりまして、見ての通り目の前が本当に開けているんですね。見ての通りですね、マウンテンビュー、このコーラウ山脈が一望できますし、特に夜になりますとここから見える夜景は本当におすすめなので、このカテゴリーを選んでいただく方もたくさんいらっしゃいますので、ぜひですねマウンテンビューの方も見ていただきたいというふうに思います。2018年にワイキパークというホテルが閉館して、2019年に新しくハレプナワイキバイハレクラニが誕生したんですが、その中でも一番我々のこだわりの一つは騒音だったんですね。でこれ少し開けるとやっぱりワイキからの音が若干漏れるんですが、これ閉めていただくと本当にねぴったり外の音が漏れないということで、かなりねこのドアに関してもねちょっとかなりこだわっております。皆さんが気にされるホテルのアメニティなんですけど、どういった取り組みとかものがあるのか教えていただけますか？そうですね、この度、コロナ禍まだコロナ禍ということで、我々お客様に対してねこの目に見える安心と、もちろん目に見えない安心両方我々ご提供しなきゃいけないんですが、特にアメニティに関しましてはいろいろ気を使っておりまして、このようにですね全てお客様が触るものに関してはこのようにですねコーティングをさせていただき、お客様が初めて触るものですよということがこの目に見える安心としてねご提供させていただいております。アメニティの方も、前に来ていただいた時にいろいろご紹介して、いただいたんですけども、コロナ後はですね全てこのようにコーティングをして目に見える我々のこのおもてなし、全てこちらもそうですし、あと我々のちょっとこの自慢のアメニティをね見ていただきたいんですけども、お願いします。
こちらもですね、一つ一つ、ラッピングをしてですね、歯ブラシ、シェービング、バニティキット、シャワーキャップなどなどなどなんですけども、こちらの方もですね、今我々のハレプラワイキバイハレプラに結構ワイキの中でもこの種類っていうのは結構豊富だと思います。そうですね、はい、かなり充実してます。ありがとうございます。はい、バスローブもですね、このように一つ一つ別にですね小分けにしておりまして、こちらもですね誰も使っていませんよというこのように鍵がついておりまして、目に見える安心感をできるだけ皆様にご提供しようという我々の取り組みの一つになっております。2つ目のお部屋のご紹介お願いします。はい、こちら我々のですねオーシャンビューというカテゴリーになります。はい、楽しみです。ありがとうございます。はい、どうぞ。お部屋のちょっと特徴を教えていただけますか。はい、もともとワイキパークというホテルが、2018年に一度閉館し、1年2ヶ月の改装工事を経てハレプナワイキバイハレクラに、もちろんこの改装後に新しくできたホテルというイメージが強いかもしれないんですが、もう全く新しいホテルがワイキキのど真ん中にできたというふうに言っても過言ではないぐらい、我々が今目に見えるもの、手に触れるものは実は全く新しいんですね。ワイキパーク時代から残っているのは実はねドアのみで、今他のものは全部新しい。壁紙、カーペット、家具、テレビ、いろんなものが全部新しいんです。なので本当にワイキキのど真ん中に新しくなったホテルと言ってもいいと思うんですが、我々今回そのハレプラワイキキバイハレプラのデザインにはちょっとこだわりがいくつかございまして、その中でも高さ、硬さ、それから深さ、この3つがこの日本人のお客様がどういうふうにこうくつろいでいたりだとか、どういうふうに快適に過ごしていただくか。例えばこのベッドも、本当に心地いい硬さでございますし、例えばこの椅子もそうなんですが、日本人の方が座っても心地いい高さですし、この我々のバスタブなんですが、このバスタブもこの深さというのは、ワイキキの中でもねこうゆったりと肩まで浸かることができるバスタブ、実際にですねお客様がこう快適に使っていただける、そんな工夫がたくさんされております。もちろん全てのお部屋にこの度ウォシュレットが完備されておりますので、こういったところもですね、ワイキキのホテルの中での一つ、差別格別化になるんじゃないでしょうか。レアレアハワイ TV をご覧の皆様、この度ですね、2回目のこの撮影ということで、我々ハレプナワイキバイハレクラに本当に感謝しております。7月1日にね再オープンということで、スタッフ一同本当にね今毎日奮闘しておりますが、この度この HIS の特別プランをですね、ご用意させていただきました。3つの特典がございまして、1つはセパレートチェックイン、2つ目がダイレクトチェックインで、3つ目がルームクレジットということなんですが、このセパレートチェックインはどういうことかというと、この HIS のお客様、個別にですね、チェックインをお手伝いすると。でこのダイレクトチェックイン、これは少し我々の大きな目玉なんですが、ご到着、ハワイ便はどうしてもね朝が早かったり、どうしても通常のチェックインよりも到着される時間の方が早い場合がある中、その到着時間にこだわらずいつでも
到着時すぐにですねお部屋にご案内できますというこのダイレクトチェックイン。3つ目はルームクレジットなんですが、このルームクレジット、泊数によって、異なるんですが、例えばオーシャンビュー、今日見ていただいたオーシャンビューは1日30ドルのルームクレジットをご提供します。4泊すると3、4、12、120ドルなので、この120ドルを我々の館内にあるレストラン、バーはもちろんなんですが、10月1日に再オープンが決まりました我々の姉妹ホテルハレクラニにてもですねこのクレジットが使えるようになります。ハレクラにはレストランが4つ、バーが2つ、それからスパなどございますので、そちらでもこのクレジットが使えるというこの特典というのはすごくね、お得なのでね、最寄りのこの HIS の販売店、それから HIS のウェブサイトにて、販売しておりますので、ぜひ皆さん一度ご覧になってください。Aloha! My name is Julia Rigo and I'm the General Manager for Halepuna Waikiki. Hawaii is opened up to visitors already, and Halepuna Waikiki will be reopening our doors on July 1st. Our employees are looking forward to welcoming all of our visitors back to our hotel, and we're looking forward to sharing our service with all of you. We hope that you consider Halepuna Waikiki for your next visit to Oahu. Until then, please take care of yourself. Aloha! 皆さんいかがでしたでしょうか。本日は貴重なオープン前のハレプナワイキキバイハレクラニの様子をご紹介しました。よろしければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。マハロー。